人生をどこでどう間違ってしまったのか。この年になって子育てもせずにまさかフライパンを育てることになるとは思ってもいませんでした。皆さんこんにちは、ときまるです。今日は20平米に引っ越してちょっと気づいたことというか感想をつらつらと述べていきます。ちょっとミニマリズムに関連することと部屋の作りと構造みたいなもの、そういうことについてちょっと思考していきたいなと思います。で、引っ越してきてからようやくね、10日間ぐらい経つんですけど、快適ですね。すごく快適です。で、それは、その広さはそんなに変わっていなくて、その快適さというのは、その静けさとか、その街の雰囲気とか、あとは匂いとか、そういうものによってもたらされているなと思いますね。で、とにかく、静かなんですよ。で、結構場所がね、道路からも離れていて、で、ただ都心なんだけど、音があんましないっていうか、で、なんか雰囲気としてはちょっと修道院というか、教会とか修道院に近いような静けさですね。で、物がやっぱないので、そもそも。だからそういう昔ながらもというかホワイトボックス時代のなんかガランとした感じはあるんだけど、それに加えて静かなんで、よりね、なんかその修行僧感というか修道僧感、修道院感がね、漂っていますね。で、もう一つは、光もやっぱりね、ちょっと変わっていて、で、前回は二面採光で2つ窓があったんですけど、今回一面なんですよね。だからこの間のラジオの動画でも結構光の雰囲気いいですねとかね、コメントいただいた方も、コメントしてくれた方もいるんですけど、なんかまさにそういうところで、これちょっと写真の話にもなるんですけど、やっぱり光源って、一つの光源の方が美しいんですよ、見え方が。で、美しいというか、光源が複数になると扱いが難しくなるっていう、そういう風に言った方が正確かもしれません。で、太陽ってやっぱり一つなので、自然界の光源っていうのは本当にもう一つだけなんですよね。で、部屋が、窓が、つまり面になるわけですけど、面光源になるわけですけど、部屋の中に二つ面があるということは、そこから二つの光が入ってくると。そうなると、光を作るときに二つの部分をコントロールしなければならないっていうね、その難しさが出てくるんですけど、窓が一つだと、あるいはそのライトが一発だと、その光だけをコントロールして、自分のね、意図するような構図とか絵を作れたりするんで、なんかそういうところが、なんか久々にその基本に戻ったというか、部屋が基本に戻ったなっていう感じがしますね。で、僕これまでは、やっぱり光がたくさん入るところが好きなんで、必ずね、その角部屋とか二面採光の部屋を選んでいたんですよ。で、時にはそのルーフトップバルコニーがあるところだったりとか、なんか本当にその潤沢に光が入ってくるような部屋ばっかりを選んでいたんですよね。で、もちろんそういう部屋の素晴らしさというのは、だから知っていて、で、狭くても光がとにかく潤沢に入れば、すごくね、その心地よく暮らせるんですよね。で、広く感じるし、空間も。だから、一つのその、部屋のポイントとしてやっぱり光を、考えていたんですけど、ただね、やっぱり一面になって光が少なくなったとしても、今度その逆になんかその静けさというか、なんかそういう祠じゃないけどね、なんかそういう雰囲気が出てきていて、で、なんかヨガのスタジオとかって結構光をね、あまり使わないところが多かったりするんですよね。で、日本だと、割と普通に街中にあるスタジオなんかはバンバン明かりとかつけてやってるかもしれないですけど、なんかそのアシュタンガのシャーラとかは、やっぱり結構締め切っているというか、ちょっと薄暗い中で、
なんかやるみたいなの方が雰囲気が出るし、で、その方が集中できるんですよ。で、これはまあ自分の感覚としてもあって、だからなんか最近はですね、ここに来てからそのヨガの練習も本当にやりやすくなっています。はい。まあそういうところが、まあ最初の気づきですね。で、他にはですね、匂いっていうところがやっぱり大きいと思ってて、で、これ実は僕ホワイトボックスに住んでる時、これ動画では話したことないんですけど、カレー屋が近くにあったんですよね。うん。で、カレー屋が近くにあって、しかもインド系のガチガチ系のカレー屋ですよ。で、そういうカレー屋が近くに実はあって、で、そのカレーの匂いがですね、むちゃくちゃ漂ってきてたんですよ。で、これ本当にびっくりするくらいのカレーの香りで、で、最初の頃は良かったんですけど、で、なんかすごい食べに行ってたんですよ。まあ、近くにあるから、これラッキーだと思って、カレー食べに行ってたんですけど、なんかね、もう2年半住んでさ、2年半の間ずっとそのカレーの匂いがしてるわけですよ。で、お昼の営業中だけじゃなくてね、やっぱり朝から仕込みをするから、もうなんか8時とか9時ぐらいから、炒めるね、スパイスの香りがプーンと窓を開けるとしてたんですよ。で、それが、かなり、だんだん嫌になって、うん。で、それによって引っ越したっていうのは一つあります。うん。むしろそれが結構ね、今回の移動の僕の大きな理由ですね。はい。うん。匂い。だからそのカレーの匂いがないってことがいかに素晴らしいかって。これまあ、普通だと思いますよ。うん。でもね、これね、結構きついと思います。で、やっぱり、まあ僕はその賃貸だったから、その匂いから逃れることができたけど、その周辺にね、やっぱりその一軒家とかあるわけですよ。自分、マンションとかね、購入してる人たちが。だからその人たち大変だろうなと思いながら、ずっと暮らしていて。だからお店のね、カレーの匂いをプンプンを毎日嗅がなきゃいけないっていう状況になるっていうのはすごい大変だなと。だから今回そこはね、移動できて本当に良かったなと思います。で、音の面に関しても、さっき窓の話をしましたけど、やっぱり窓が多いと、それだけね、音が漏れたりとか、外から入ってきやすくなるんですよ。で、そういう意味で、防音性もね、今回やっぱ結構高くなってて、で、それは建物の作りというか、もうそもそもあるんですけど、だからそれによって音が静かなので、外からも入ってこないし、こっちで中から騒いでもなかなか外に漏れにくいと。だからそういう状況になってるんで、僕がね、よりね、サカナクションの歌とかを練習できるんじゃないかなって思ってます。もう、ガンガン歌っちゃっても大丈夫なくらいに、結構壁が分厚かったりするんで、だからそこは一つね、動画制作っていうか、YouTube で毎回喋ってたりするんで、やっぱこういう喋りが漏れてしまうとね、ご迷惑もかけちゃうんで、なんかそういうところもちょっと考慮して、なるべくね、その防音性が高いようなところを今回選んでみました。はい、そういうポイントがあります。で、あとは、最初の頃はですね、家具をようやく揃えてきたって感じで、で、最初照明もなくて、内見ができなかったんで、あるかどうか分かんなかったんです。あるかどうか分かんなかったんですよ。で、来てからないことに気づいて、そこから照明を発注して、で、照明が来て、で、冷蔵庫も今回備え付けなかったので、6年ぶりにですね、冷蔵庫を買いました。150リットルのものを。で、それから、折りたたみテーブルと椅子を手放したので、新たにですね、椅子と机を新調して入れてます。で、それは、使い勝手とか使い心地ももちろんあるんですけど、この部屋のサイズですね。結構部屋のサイズがちょっと特徴的なところがあって、窓、入り口がね、どれくらい広いかとか、そういうことによっても入れられる家具のサイズとか変わってくるんで、それに合わせて今回家具のサイズを測って作って、で、セミオーダー的にね、ちょっとオーダーして、実はもう3月ぐらいから発注していたものを、作ってもらって、入れているっていう感じです。で、今回引っ越しに際してどのようなアイテムを入れたかっていうことは、僕のコアメンバーシップの方で詳しく書いてますので、道具の哲学っていうね、ギアフィロソフィーという、
コンテンツをね、やってるんですけど、そこで全てその選んだ理由だったりとか、アイテムの重さ、サイズ、そして価格とか全部ね、購入価格とかそういうものも公開しています。なので、道具に関して詳しく知りたい人はそちらを見ていただけるとわかると思います。で、たまに僕の動画に対して、よく今でもね、どこのマットレス使ってるんですかとか、ヨガマットどこのですかって、未だにコメント来るんですけど、で、それに関してはもうリストで、皆さんご覧いただけるように、もう作ってるので、それをね、ウェブサイトからね、見ていただければ、リストは見れますんで、で、そこからご覧いただければと思います。もう毎回答えているとね、ちょっと僕も返信できないんで、なんで、そちらを、持ち物に関してはそちらを見るようにしてください。で、そこにはワンバックスタイルの持ち物を基本としてるんで、基本的に家で使ってる家具とか冷蔵庫とかそういうものの詳細は載せていません。で、本当にそこまで知りたい人はメンバーシップに入っていただくっていう、そういう風な、形にしています。はい。で、この広さに関してなんですけど、前回のところが14平米で、ただ、その14平米っていうのはバスルームとかキッチンとかそういうのを全て含めての14平米だったので、実際のリビングスペースとしては、だいたいね、測ったら、6から7平米ぐらいでしたね。6平米か、6.2平米ぐらいでしたね。で、この部屋が、このリビングのスペースがだいたい7平米ぐらいなんですよ。だからいわゆる普通の6畳のワンルームって感じです。この部屋自体は。で、ただ、それ以外の、通路だったり、キッチンだったり、バスルームを含めて20平米っていう感じになってるので、その分ね、やっぱ広く使えるっていうのはありますね。だから感覚的には、ほぼほぼこの部屋にはあるものとか変わってないんだけど、むちゃくちゃ自分の中では広くなってますね、その分ね。だから14から20っていうのは、ものすごい変化だなと思います。で、これはね、僕もこれまで27平米とか広い時で、そういうとこに暮らしてたことはあるんで、だいたい感覚値としてはわかるんですけど、20平米ってのは結構久々ですね。で、その前が、16とかだったんで、16からホワイトボックスで14っていう風に減らしてるんで、その間に小屋暮らしを一回挟んでますけど、16、14、そしてまた20って感じで、ちょっと広めになってるんですよね。だから、かなりね、取り回しが、良くなっています。で、狭ければ狭いほどいいってものでもやっぱないと思っていて、で、それは、一つは収納ですね。やっぱり収納が部屋にあるかないかによって、結構空間の使い方が変わってくるなということを今回改めて感じています。で、収納があると自分の持ち物をですね、収めることができますよね。だから常にこの何もないような状態を作っていられると。で、結局それは、自分の動線を確保することであり、掃除の手間とか、そう、撮影するときに片付ける手間とか、そういうものを全て軽減することになると思いました。で、前の部屋はやっぱり、そういう意味では、マットレスをね、そのまま置いてて、あと折りたたみのテーブルもあって、で、それを撮影するときとかヨガをするときに、やっぱ開けなきゃいけなかったんですよ。で、こう近くにあるね、そういうものをね、開けなくちゃいけない。一回畳んでしまうとか、テーブルをカメラの後ろ側に持っていくとか、そういうことをやってたわけですけど、そういうのが、なくていいというか、その手間が全くなくなりましたね。で、クローゼットもある程度、前回と同じくらいのサイズではあるんですけど、ただ使い勝手がね、やっぱりね、良くて、で、服を入れるスペースとその上にですね、ちょっと何か物を置けるような棚があったりして、で、下の空間もしっかりグッと空いてるので、そこに防災系のアイテムね、水を入れたりとか、今回新たに買ったカセットコンロ入れたりとか、ウォータータンク入れたりとか、そういう感じで、そういう防災系のアイテムもすべて、見えないようなところに、入れられるので、その分ね、常に何もない状態、常にスッキリとした状態を保つことができています。で、一つ、今回の引っ越しで気づいたことが、やっぱり食品とか食べ物、消耗品みたいなもの、
で、そういうものが、生活する上では不可欠であるっていうことと、で、そういうものの置き場所っていうのは、なかなか、場所を取るなっていうことでしたね。で、引っ越しのね、動画を前回見てくださった皆さんわかると思うんですけど、なんかね、僕がこう詰めた段ボールのほとんどが、やっぱりもう食品とか、あとは、その生活系のアイテムだったんですよ。だからつまりその持ち物リストに入れていない道具以外の、消耗品ですよね。食品と消耗品っていう感じ。で、それがすごくね、やっぱりその重さと容量と数を、取っていると。で、運ぶ時ももちろん大変で、で、そういう消耗品とか捨てていけばいいじゃないって考えもあるんですけど、もったいないですよね、やっぱね。その、食べられるものを捨てていくっていうのはね。だから僕はそういうことはあんまりしたくないんで、すべて持ち運んだわけですけど、今回は割とそのキッチンの棚もですね、普通にこの間はシルバニアファミリーみたいな、だいたい東京のワンルーム標準の狭いね、キッチンでしたけど、ちゃんとね、上にこう、今回は収納棚があって、で、下にも、その流しのね、下の部分を空間として使えるようになってるので、そこに、いろんなね、食品を置いています。そのオートミールだったりとか、ピーナッツバーラーとか、そういうものを置けてます。それが一つね、やっぱ大きいですね。で、やっぱそういうものがこれまではね、こう出てたんですよ。14平米だと、その自分の床にそれが出ざるを得ないような状況になるんですけど、それがうまく、棚の中とかに収まるので、すごくいいです。そこはすごくいい。なんか当たり前のことですけど、多分当たり前のこと言ってるように聞こえるんですけど、自分にとってはそれがすごく大きな変化で、なんかこう久々だなっていうか、なんかこう20代の頃に戻ったかのような、これまでどれだけ狭い部屋で過酷なね、生活してたんだって感じですけど、でも全然不便はなくてね、ただ今回はよりなんかその、楽になったというか、なんかこうすることによって、さらにその日々の実践というかね、ヨガの練習もできるようになるし、あとは、動画もこういうふうに撮りやすくなるし、で、なんかこう自分の学習とかね、自分の授業とかね、その文章を書いたり、執筆したり原稿を書いたりとか、なんかそういうふうなものを作ったりすることも、集中できるような環境に今回なったなと思います。だからそんな感じで、1週間、10日ぐらいしか経ってないですけど、すごく自分の中では、今回の変化はね、大きいし、移動してよかったなと思いますね。で、本当にもうカレーですよ、カレー。カレーの匂いがプーンと来ないっていうのがもう素晴らしいっていうこと。これね、なかなか言えなかったんですよ。ちょっとね、場所のね、あれもあったりするんで、なかなかそういうね、近くにカレー屋があるとあんま言えなかったんですけど、でも実はね、あってね。だからそれから逃れられたのは本当に大きいですね。なんかだからもう最初の方はそれで食べに行ってたけど、もう途中から食べられなくなっちゃって、カレー全然食ってない、最近。もう全く食ってないですね。で、最近はもう本当に、家で作るのが楽しくなっていて、で、もう調理をね、してますね。もともと調理してたんだけど、一つね、フライパンを入れて、鉄のフライパンを入れたんですよ。400FD に加えて。これまではだから家で味噌汁しか作ることができなかったんですけど、ちょっとしたね、焼き物ができるっていう。だからそれでサーモンのソテーを焼いてみたりとか、なんか焼きブロッコリーやってみたりとか、なんか一品だけその小さなフライパンで作るっていうのが最近のもう楽しみになってます。だから、なんか長期的になんかいいというか、ちょっとね、そういうこう道具の、レビューも、やっていきたいと思います。ちょっと新しく入れたものが結構あるんで、過去に何度かレビュー動画上げてますけど、なんか道具紹介も今後していきたいと思いますので、ぜひ引き続きチェックしてみてください。毎週の実践は、週1回のニュースレターで書いています。で、深掘り記事はコアメンバーシップで書いてますので、そちらもぜひチェックしてみてください。最近はポッドキャストもね、コアメンバーシップので聞けるようになってますので、移動しながらとか、耳でポッドキャスト聞くのが好きな人はそちらもぜひおすすめです。
今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。良い週末を。